お母さんのすべてが大嫌いなんですよ。私と夫でこの家に住むから、すぐに出て行ってください。長男嫁はそう言って私のことを追い出そうとしてきた。この時、私はとあることをひらめいた。わかりました。それじゃああとはよろしくね。私はそう言い、この家を手放すことにした。私の名前はのぞみ、70歳の主婦だ。夫と結婚してもう40年以上が経ち、息子と娘も自立して家庭を持っている。長女一家は地方に住んでいて、正月や盆の時期にみんなで来てくれて私や夫に元気な姿を見せてくれる。一方で、長男一家についてだが、あまり実家に顔を見せに来ることはない。というのも長男は外資系の企業に勤めていて、海外出張が多いからというのが理由の一つだ。短期の出張もあれば長期になることもあるようで、今も1年間のアメリカ出張に行っているそうだ。英語なんてからっきしだった私と夫に、このような頭のいい子が生まれ育って驚きながらも、顔がなかなか見れないことで、ちゃんと元気にやっているのかと心配にもなる。そんな長男には嫁と娘がいるのだが、いつも出張の際は単身赴任の状態で一人で海外に行っているらしい。嫁は長男についていこうとはしないらしく、そのうち自分たちの子供が学校に通う年齢になってしまったから、余計に海外での長期滞在時に呼ぶことが難しくなったそうだ。そのように長男はかなり忙しいため、実家に帰ってくることもほとんどできない。2、3年に一度くらい帰ってこれればいいほどだ。長男がいないと嫁は一切顔を見せに来ないので、孫に会えるのも長男が帰ってくる時くらいだ。気づけばあっという間に月日は流れていて、孫もすでに高校1年生になっている。最後に会ったのは中学1年生の時だから、今はどんな雰囲気なのかわからない。そのくらいの年齢の子はたった1、2年で別人のように変わるから、今街中ですれ違っても気づかないかもしれないな。そんなことを考えていた時、いきなりインターホンが鳴った。誰だろうと思いながら玄関を開けると、そこには長男嫁のゆかが立っていた。あら、ゆかさん、久しぶりね。一体どうしたの？今日はお母さんたちにお願いがあってきたんですよ。お願い。私はなんだか嫌な予感がした。今まで顔を見せにも来なかったのに、いきなり来てお願いがあるなんて面倒ごとに決まっている。仕方なく私が家の中に入れようとすると、後ろに若い女性の姿が見えた。あれ、そちらはと言っている最中に誰だかわかった。もしかして舞かい？舞とは長男夫婦の娘、つまり私の孫だ。私がそう聞くと彼女はこくりとうなずいた。まあ、随分と大きくなったわね。元気にしてたかい？うん。孫は心なしかよそよそしい雰囲気だった。まあ久しぶりに会ったし、ちょうど思春期だから、そういう感じになるのも当然かもしれないな。とりあえず上がってちょうだい。私は孫の顔を数年ぶりに見れたのが嬉しくて、すぐに2人を家の中に入れた。そしてお茶を用意して2人のもとへ持っていく。夫も久しぶりに孫に会えて嬉しそうで、私がお茶を用意している間、ずっと孫に話しかけていた。そんな中、私が席に着くと長男嫁が口を開いた。早速本題に入っていいですか？一切笑うことなくそういう長男嫁に、私も夫も少し顔がこわばる。一体何を言われるのだろうか。すると長男嫁は驚きの発言をしだした。これから2、3ヶ月ほど、娘をここに住まわせてあげてください。え、どういうこと？私は頭の理解が追いつかなかった。なんと長男嫁は孫を2、3ヶ月も預かるように私たちにお願いをしてきたのだ。いきなりそんなことを言われても困るんだけど。
孫は長男嫁が話している時に下を向いてうつむいていた。この子はちょっと私には目に余るというか、なんというか、つまり私は一旦子育てから解放されたいんです。そんな、自分の娘の世話を放棄するようなことをどうして。私がそう言うと、長男嫁は私をぎろりと睨みつけた。お母さんにはわからないでしょうね。私が一人でこの子を育てるのにどれだけ苦労しているのかを。この子はものすごく手のかかる子なんですよ。それなのにマサトさんはいつも海外出張で家にいないし。だから私、少し疲れちゃったんです。ちょうど今から2ヶ月ほどこの子は夏休みですし、私にも子育ての長期休暇をください。長男嫁が畳みかけるようにそう言ったので、私も夫も圧倒されてしまった。だが確かに子育ての大変さは私もわかるし、そしてそれについての感じ方の程度は人それぞれだ。もし長男嫁が本当に精神的に参っているのなら、少し休んだ方がいいと思う。まあ本人の前で手のかかる子だとか、自分が子育てに疲れたなんていうのはどうかと思うが。舞はどうなの？これから2、3ヶ月も私たちと暮らすことになってもいいの？私がそのように聞くと孫はこくりとうなずいた。本当に了承しているのかは疑問に思ったが、このままでは長男嫁は何度も来て私たちにお願いをしてきそうだったので、引き受けることにした。こうしていきなり始まった孫との同居生活。長男に連絡をすると、そんなの聞いていないと驚いていた。マサト、あなたゆかさんとはちゃんと話し合っているの？なんか子育てに疲れたから休みたいって切羽詰まった様子で言ってきたのよ。そんな、俺はいつも変わりはないか、困っていることはないかって聞いてるけど、何にも問題ないって言われてて。もしかしたらゆかさん、うちに溜め込んで本音を言えなかったのかもしれないわね。そっか。海外出張が多いから直接話せる機会が少ないのは仕方ないかもしれないけれど、ビデオ通話とかしてちゃんと話したら。もっと積極的にゆかとコミュニケーションをとってみるよ。とりあえず舞はこのまま私たちが少しの間面倒を見るから、ゆかさんのことを休ませてあげて。ああ、本当に母さんたちにまで迷惑をかけて悪かった。長男はとても申し訳なさそうにして反省していた。実際に長男が悪いのか、長男嫁の性格が面倒なのか、現時点では判断しかねるところだが、夫婦になったからにはうまくやってほしいし、私に協力できることがあるなら協力してあげたいと思う。それから1、2週間ほどが経ったが、孫はとてもいい子で礼儀正しい子で、長男嫁が言うような手のかかる子ではないと思った。いただきますとかごちそうさまは必ず言うし、おはようとか行ってきますとか挨拶などもちゃんと言う。食べ終わった食器は必ずシンクに下げて、なんなら食器洗いを手伝ってくれたりもするほどだ。最初はよそよそしい態度で私たちと話していたが、すぐに昔のように打ち解けて、笑顔を見せてくれるようになった。むしろ長男の方が反抗期とかあって大変な頃があったなと思ってしまったほどだ。そんな感じなので、私はもしかしたらというか、やはり長男嫁の方に何か問題があるのかなと思い始めた。舞、お母さんは家ではいつもどんな感じなの？私がそのように聞くと、孫は少し寂しそうな顔をした。なんていうか、私と一緒にいるのが退屈というか、いつも機嫌が悪いよ。そうなの。最初は私が何か母さんの機嫌を損ねるようなことしたかなって不安になって、頑張って喜ばせようと家事を手伝ってみたり、勉強を頑張ってテストでいい成績を取ったりしたんだけど、全く母さんの態度は変わらなくて、お前がいるから私は自由になれないなんて言われたこともあるよ。そんなことを言われたの？私も夫も孫から聞かされた衝撃の事実に驚きを隠せなかった。長男嫁は精神的に何か問題があるのかもしれないとさえ思うようになった。
私たちはまず最初に孫を励ますことにした。舞、あなたには何の問題もないからね。そうだぞ。お前はマサトよりも手のかからない、とてもいい子だぞ。お父さんよりも。そうよ。あなたのお父さんが反抗期の時とか、本当に大変だったんだから、それに比べたら、舞は本当に心優しくて気遣いのできるいい子だよ。ありがとう。おばあちゃん、おじいちゃん。孫はそう言って涙を浮かべていた。思春期に母親から心ないことを言われたら、誰だって自分に自信が持てなくなってしまうだろう。これはちょっと一大事だと思い、私と夫は早急に長男に知らせることにした。マサト、忙しいのにごめんね。どうしたの母さん。実は舞がこんなことを言っていてね。そんな。孫から聞いた話を伝えると、長男は驚いていた。あいつ問題ないって言ってたのに問題だらけじゃないか。ちょっとゆかともう一度話してみるよ。長男はこの前の電話の後に、長男嫁と時間を作ってビデオ通話をしようとしたらしい。だが向こうから忙しいからとそれを断られてしまったそうだ。それでも食い下がると、少しだけ電話をすることができたそうだが、その時にも何も問題はなくて、ただ自分が少し休みたいと思っただけだと長男嫁は言ったそうだ。それ以上は話を聞くこともできず、結局電話は終わってしまったらしい。その話を聞いて、なんだか怪しいと思った。長男嫁は何かを隠しているのではないだろうか。マサト、ちょっと提案があるんだけど。私があることを提案すると、長男は驚きながらも賛同した。それが一番手っ取り早いかもね。手間をかけさせて申し訳ないけど頼むよ。わかったわ。それから私はすぐに行動に移して結果を待った。その間にちょうど2ヶ月ほどが経ち、孫の夏休みが終わる頃だったので、長男嫁に一度来てもらった。約束の期間が過ぎたけど、休暇は十分に取れたかしら。私がそう言うと、長男嫁はため息をついた。まだまだ全然足りないですね。でも、もうすぐ舞の学校も始まっちゃうわよ。じゃあここから学校を通わせてください。そこまで自分の子供を邪険にする必要ないんじゃないの？舞が言ってたわ。自分がいるから自由になれないって、母親に言われたって、実の娘にそんなことを言うなんてどういうつもり？あまり人の子育てについてとやかく言う気はないけれど、あなたがやっていることは良くないと思うわ。私がそのように言うと、長男嫁は逆ギレをした。本当にうるさい。あんたに何がわかるのよ。マジでめんどくさい。私帰りますから。ちょっと待ちなさいよ。舞のことはどうするの？いらないわよ。あんたたちにあげる。はあ。私はそのような発言をする長男嫁に心底腹が立った。だが長男嫁はさっさと帰ってしまった。もしかしたらひどいことを言ってくるかもしれないと思い、孫に家を空けるように言っておいてよかった。あんな発言を聞かされていたら、ショックで立ち直れないだろう。私は長男嫁の発言を受けてとあることを決意した。それは孫と長男と一緒に住むための家を購入することだ。私も夫も基本的に倹約家でつつましい生活をしていた。だから安い家賃のアパートに住んでいたのだが、そろそろ体にガタが来そうだし、バリアフリーでもう少し交通の便がいいところで住もうと考えた。善は急げと言わんばかりに、すぐに不動産屋へ行って、夫といろんな家を見た。すると新築でとてもいい条件のマンションの部屋を発見。それは家賃が月25万のバリアフリーの高級マンションだった。部屋数もかなりあり、孫と長男を呼んでも問題ないくらい広い。私はすぐにマンションを契約、
そして孫と夫と一緒に移り住んだ。夫も孫も新築のきれいで広い部屋を見て喜んでいた。だがそれから1ヶ月ほど経った頃、長男嫁がいきなりやってきた。ちょっと、この家どうしたんですか？前に住んでいたボロアパートに行ったらいなくてびっくりしたんですけど。こんな豪華な家に引っ越しているなんて、どうして教えてくれなかったんですか？鬼の形相で怒る長男嫁。だってあなた、私たちに舞を預けて関わろうとしてこなかったじゃない。舞は高校だってここから通っているし、問題は何一つ起きてないんだから報告する必要もないしね。私が冷静に返すと、さらに長男嫁は顔を真っ赤にして怒った。ああ、もう腹立つ。お母さんのすべてが大嫌いなんですよ。っていうか、この家は私と夫が住むべきじゃないですか？いきなり何を言ってるの？どうせ舞がいるからって、夫がお金を出したんでしょ。だってそうじゃないと、あんたやお父さんみたいな貧乏人が住めるはずないしね。長男嫁はきっと、私たちが安いアパートに住んでいたからそう思っているのだろう。我を忘れて悪態をついてくるのを見ると、長男嫁の本性はこっちなんだなとよく理解できた。私と夫でこの家に住むから、すぐに出て行ってください。長男嫁はそう言って私のことを追い出そうとしてきた。この時、私はとあることをひらめいた。わかりました。それじゃああとはよろしくね。私はそう言い、この家を手放すことにした。それからは慌ただしかった。長男嫁に家の名義を変更し、私と夫は孫を連れてすぐに引っ越しをした。そして1ヶ月が経った頃、長男嫁から再び電話がかかってきた。お母さん。どうしたのゆかさん。嫌いな私に電話をかけてくるなんて。ちょっと聞きたいんですけど、このマンションって購入したんですよね。なんか家賃25万の督促請求が来てるんですけど。あら、あなた知らないで私から家を奪ったの？そこは賃貸で契約をしてるのよ。そんなこと聞いてないですよ。普通は確認するでしょう。じゃあ、夫は家賃を払ってくれてないってことですか？なんでマサトが出てくるの？だって、この家は夫が家賃を支払ってたんですよね。あなた本当に何も確認しないで名義変更の手続きをしたのね。そのマンションは私名義で契約してたのよ。マサトは何も関与していないわ。どうしてお母さんがこんな高いところの家賃を支払えるんですか？私は会社員時代に貯めたお金で株を始めたの。それは今何十年経ってかなりの資産になったのよ。でもつつましく生きようと夫と決めていたから、配当金だけで質素な暮らしをしていたのよ。おかげで資産は相当な額が貯まっているわ。あれだけ持っていたら信頼できるからと、審査も楽々通ったのよ。それじゃあマサトさんに電話をしてすぐに家賃を支払ってもらわなきゃ。そう言って勝手に長男嫁は電話を切ってしまった。まったく、本当に自分勝手な人だ。私が呆れていると、目の前にいる長男のスマホが鳴った。もしもし、どうしたゆか？あなた、ちょっと相談があるのよ。今、お母さんから譲ってもらったマンションの部屋に住んでいるんだけど、家賃が支払えなくて、それで毎月25万を生活費とは別に振り込んでほしいの。長男がスピーカーの状態で話してくれたので、私たちは長男嫁の発言をしっかりと聞くことができた。残念だけどそれはできないな。どうしてよ。俺はお前と離婚するからな。離婚？いきなりなんでそんなこと言うの？だってお前、不倫してるだろ。してないよ。一体何の話？諦めろよ。
もう更新書の調査結果は出てるんだ。実はこれは私が長男に提案したことだった。長男から同意を得て調査を依頼すると、長男嫁は不倫をしていたことが判明した。そして舞の存在が邪魔で、私たちに押し付けて誰も家に帰ってこないことをいいことに、好き放題やっていたというわけだ。どうせ俺が海外にいることをいいことに、母さんたちから新築マンションを奪って、そこで不倫相手と楽しく生活をする気だったんだろう。だがお前にはもう好き勝手はさせないからな。ちょうど今月の生活費を入れる前でよかったよ。お前とは離婚するし、家賃なんて支払わない。それだけじゃなく、不倫による慰謝料請求をさせてもらうからな。そんな。自分の欲求を満たすために舞を邪魔者扱いして傷つけたことを、俺は絶対に許さないからな。あとは弁護士を通してやり取りをしよう。待ってマサト。長男はそう言って電話を切った。実は長男は私たちの話を聞いて、会社に相談し、日本に帰国させてもらう申請を出していたのだ。そして1ヶ月前に無事に帰国して、日本の本社の方で働けることになった。それから長男と孫と私たち夫婦で、一旦安い賃貸マンションに住んだ後、長男はみんなで住むための平屋の一軒家を建てると言ってくれたのだ。舞、今まで家族を守るために一生懸命に働いてきたが、それだけじゃダメだってようやく気づいたよ。辛い思いをさせて申し訳なかった。私はお父さんが海外に出てバリバリ働いているの、すごくかっこいいと思ってたから気にしてないよ。もちろん一緒に暮らせるのも嬉しいけどね。私と夫は親子仲良く会話をしている長男と孫を見て、微笑ましく思った。ちなみに元長男嫁についてだが、結局家賃が支払えずに、借金を抱えたまま家を出ることになったらしい。彼女は実家のご両親を頼ろうとしたが、厳格なご両親は彼女が助けを求めたのを拒み、自分で何とかしろと言って縁を切ったそうだ。そのため、元長男嫁は多額の借金を背負いながら、安いアパートに一人で暮らしているらしい。一方、私たちは長男が建ててくれた家に移り住んだ。広くてとても綺麗で、これなら問題なく老後を過ごせそうだ。これからも私は自分の家族を大事にしながら、残りの人生を幸せに生きていこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。